久保田テニス教室の久保田です。今回はフォアハンドの間違った、ラケットの引き方についてお話しします。子供の、プレーで多いんですけれども、厚めのグリップでウエスタングリップの、ぐらいの厚めのグリップでラケットヘッドを体の後ろに引いてこうやって構える人が多いですね。こうやって、もしくはちょっと上げて後ろに行く人多いですね。これはダメです。なぜダメか。まず、ラケットとボールの位置が遠すぎますよね。遠すぎるっていうのは深くて遠いのはいいんですけども、このボールが飛んでくるこのラインとは全く違う方向に引いての遠さっていうのはまずいですね。これも当てにくい、プラス、縦回転にしにくいですね。で、例外なく言えることは、こっち側に引く人は、クロス側には打ちづらいっていうのはありますよね。ここからボールの方に行ってさらにクロスって結構時間がないと、時間と打点を前に取らないといけないってことですよね。じゃないとこっち側に引っ張れないんで。ただ、逆クロスがこう右方向側にはある程度は打てるということです。でも打てない方向ができてる時点でちょっとまずいですよね。もう狙えないってことですからね。で、もう一つこう明確にこの引き方がダメな理由があります。この手ですね。この手のひらが上になったこの手がダメな理由、それは、手をこうしてこうやってみれば分かるんですけど、この状態ポジションにしてみれば分かるんですけども、じゃこのポジションでそこまで走ってこいって言われたらきっと嫌だと思うんですよね。このぐらいだったら、この手のこのぐらいだったら走れるんだけど、これで走れって言われたらきっと嫌なはずなんですよね。走りにくいともうすぐ感じるはずなんですよね。これも重みが上側に来た状態のこの手で、重みが上で下に走り出すっていうのは難しくて、で要するに移動しにくいってことですよね。これはもうはっきりとしたダメな理由です。どんだけこの時点でこう間に合おうが、そこまで移動するのはやりにくいっていうのはダメですよね、どう考えても。で、じゃあなぜこれをやってしまうかというと、いろいろ問題があって、先にこう構えた時にワンクッションここで置いてこっちに引っ張るっていうのがこの引き方の最も多い原因ですね。よく見てくださいね。向こうが前だとしていきます。一回ちょっと体の方に近づけて、ラケットを近づけて、右肘の位置を固定したまんま、要するに右肩の動きを止めたまんまで上から引こうとします。ですか。だからバックスイングはかなり高いところを通って後ろに行きますよね。ひょっとしたら、正面向きだと顔の前のこの辺通る子もいますよね。こうやる子、こうしてこうやる子もいるんですけど、もうこうやりながらやる子もいますよね。もう出だしで右の肩をロック、要するに肘の位置、この、肩から肘までのこの部分、要するに肩が動いてない状態で後ろに持っていくと、こういう引き方になってきます。こっちです。こういう引き方になっていて、最後に後ろに行ってしまうという。後ろから行くとこういう形です。こっち。これは肩を動かせばすぐになることではあるんですよね。ここからこうやってたのを、これをこれにすればいいだけです。肩を動かして肘を後ろに持っていけばいい。この動きにすれば大体収まるとは思うんですけども、もうスタートの時点で脇を締める、この状態から入るともう引きが浅くて、その浅い分をラケットの引きで何とかしようとしてる感じがありますよね。腕の引きが浅くてラケットの引き深く。これは腕の引きが深く、久保田テニスの方は腕の引きが深くてラケットが浅くです。これは正しい方です。これが正しい方で、これは間違った方です。だいたい左手も前に垂れると思います。あんまり上がらないですよね。これで上げろってちょっと難しいですね。これこっちに行った方が楽なんですよね。こう行きますよね。こう移動のことを考えて構えは考えないと、ちょっと一歩先まで行くのも大変だというふうになりますよね。で、この構えをする人は確実にバックスイングが遅いです。ボールのところに行った後に引く動きになります。
なぜならもうこれやりにくいんで、これで移動しにくいんで、このまま行ってこれを作ろうとしますよね。移動が終わってじゃないとこれができないんですよ。移動しながらこれはできないんですよね。で、久保田テニスの方は構えた後に移動しながらスイング開始ができるんですよ。これがだいぶ違うところだと思います。ラケットを引いて面を下向きにしてスイングのスタートを切るんですけれども、この時のこの手っていうのは足は自由ですね。引いてこの手はすごく自由。これはあちこち移動ができるんですけども、この手はちょっときついですよね。この手であちこち行けって言われても難しくて、でしかもここまで行ってしまうとなかなかラケットがここまで来ないんで、思いっきり足踏ん張って体を回そうとしますよね。だからこうリーチが狭い状態で体を回して打つっていう状態になるんで、またそれで時間がかかりますよね。後ろから来る、しかも足踏ん張らないといけない、そして体回さないと出てこない。で出てきたところでラケット引いて出てきたところでこう横殴りになってしまうことが多くて、で大概ミスするときは右の上に横回転でアウトしますね。それはもう何度も見てきたやつで、なかなかクロスに引けないし、縦回転しようと思ってもこうぐるっと回すのも大変ですからね。なんで、バックスイング、動画など撮ってですね、どういうふうに自分が引いてるかをチェックするといいと思います。でこうなってる人も肩の動きを変えたら、ちょっと脇を開けるようにしたらこの構えはできるようになると思います。できなかった人は見たことないんで、こうやってた人をたくさん見ましたし、たくさん、教えてきたんですけども、これに変えるのはそんなに時間がかかることではないと思います。で、ここからだったらすぐボールに近くて当てやすいというのもすぐ実感できると思います。で、ここだけ変えようとするんじゃなくて、これにしようとするだけじゃなくて、スタートを変えないとダメってことですからね。スタートのこの締まった状態のこれではなく、こう開けていって引いた状態にしないといけないってことです。向こうが前だとすると、こう締めていってこうでなく、こうではなく開けていって構えた方がいいってことです。この動きがターンの時にあるかどうかですよね。それで大体動きが変わると思うので、ぜひ参考にしてください。今回は以上です。失礼します。これどれだけ頑張ったってもうそれ以上上達はないんですよ。やりようがないんですよね。そこをよく考えて、コーチ側の人もよくその辺を見てあげてくださいね。生徒がこうやって弾いてる、ほとんどの人はこう上げていくと思うんですけど、これをやってたらこれは動きづらい、こういう手だったら走りにくいだろって一言言えばそれは気づくはずなんですよ。誰だって子供だって。この手で走ってみろ、100メートル走ってこいって言われたら絶対みんな嫌なんですよ。だからこれやらない、こっちで行く、で構えるのは遅れる、で当てにくい、ミスヒット。そこでコーチの人気をつけてくださいね。そういう人に対して早くラケットを引け、ボールをしっかり見ろとか言っても生徒はやりようがないんですよ。いいですか。こうやる人、こう引いてしまった時点でもう失敗なんですよね。どんだけそこで球を見ようが、どんだけ一生懸命頑張って移動しようが間に合わないです。いいですか。もう変えた方がいいです。これはすぐに変わることなんで。私がこの持ち方はダメだ、この引き方はダメだというと、ほとんどの人はラケットを立てて持ちたいんだけど力がないからこうなってしまいます。垂れてしまいます。こっちの方が楽に持てるからって言います。でもそれおかしくないですか。こっちだっていいでしょ。どうせ垂らすんだったらこっちじゃなくてこっちに垂らしたっていいわけでしょ。これ違います。そうですよね。こんな大きく回してるから、この勢いで止まらなくてこっちに行ってんじゃないですか。そんなことしなくたっていいでしょ。こっちだってあるんだから。下側から引いてここでいいじゃないですか。これそんなにきついと思いますか。違いますよね。これきついですよね。こっちの方がきつくないですか。上に持って上げてるんですよ。上げてって後ろのこの状態まで持ってきてるんですよ、腕を。これとこの状態とどっちがきついかを100回ぐらいやって比べてみるといいですよ。これ100回とこれ100回、そのぐらいやってみたら何か見えるかもしれないですよね。まずは比べてみるのが大事です。こういったテニス教室の弾き方はラケットこっちですよ。ラケットヘッドが体側に少し倒れてるぐらい。
で倒れてしまって構えたらここで止まる必要はありません。ここに行ったらもうすぐ振り出していいです。球が来てないんだったら自分が向かっていって振ればいいですよね。だからここでストップする必要はないんですよね。ここに行ったらもうさらっとやめてしまっていいです。なのでこっちをできるだけ避けるようにこっちを試すようにしてください。